時計好きもうなる成功の新作。はい、このチャンネルは私、平成元年生まれ、無形がロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一皮向けます。キムコンテケドね。ということでございます。はい、皆さん、どうも。ですね、皆様からのご要望に応じて、成功の新作ね、こちらお伝えしたいなと思います。私がね、前に作った成功の、動画に関しましては結構ご好評いただいて、本当にありがたい限りなんですけれども、今回ね、またね、やばいのが出ております。プロスペックス成功から出ております。こちらね、時計好きもうなる素晴らしいモデルだと思っております。もうね、時計好きの方何か感じているのではないでしょうか。それではね、300万超えの時計と比べながらちょっとね見ていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。 VTR ムケムケ OK。 はい、皆さんこれね、ずっと出してますがどうですか。来ましたね成功プロスペックス。私サブマリオなんですけれども、ちょっとね、高級時計と比べてみましょう。はい、こちら、私が、購入しましたロレックスサブマリーナーでございますが、見てください。めちゃくちゃいい感じで似てますよね。右のねロレックスサブマリーナーにつきましては、並行価格240万とか、その辺で売られてるんですけれども、そういう時計とね比べてもね見劣りしないような、形となっております。デザインも結構ね、似てるとこありますよね。やっぱりダイバーズウォッチというところで、こういう風に似てくるのではないかなという風に思っております。そして皆さんが、ずっと思ってること、そう一番右のやつ、こちらですね。こちらどうですか皆さん。これ一番右のダイバーズウォッチ、これちょっと白樺っぽいなっていうとこ思いましたよね。これね、出してますのは、これ私の、白樺のメカニカルムーブメントのね、白樺機械式の方なんですけれども、ちょっとね、似てるんじゃないかなというふうに思います。これがね、またね、かっこいいですよね。そして続きまして、白樺のスプリングドライブ、こちらの方と比べてみましょう。はい、このような形で、やっぱね、どっちかっていうとこっちのスプリングドライブの方にね、若干似てるのかなというところがありますね。はい、ということでこちらの新作ね、非常に高級時計と見比べても見劣りしない素晴らしいね時計になっているんじゃないかなと、新作になっているのじゃないかなというふうに思います。それではね、ちょっとねこのモデル見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、こちらの3モデルセイコープロスペックスから発表されております。新作になりますね。いいですね、かっこいいですね。一番左とかもうサブマリーナもめっちゃ似てますよね。いい感じですね。はいで、真ん中と右に関しましてはまたリューズの位置とかもねなんか独自性あったりしてちょっと面白いなというふうに思います。ちょっとね、見ていきましょう。はい、ストーリー。セイコーのダイバーズウォッチは1965年に国産初のダイバーズウォッチとして誕生して以来、独自のテクノロジーを採用したエポックメイキングな商品を次々と世に送り出してきました。半世紀以上にわたってたゆまぬ進化を続け、世界中のプロフェッショナルダイバーや冒険家から高い評価と信頼性を獲得しています。1965年から1970年にかけて誕生したセイコーダイバーズウォッチの歴史を語る上で欠くことのできないマイルストーンを現代的な解釈で蘇らせた現代デザインモデル3機種が海洋保護活動支援セーブ・ジ・オーセアンを象徴とするコレクションとして登場しています。セイコーダイバーズの原点、そして挑戦の象徴ともいえる場所である極地に広がる壮大な氷河の世界をダイヤル上で表現していますという風になっております。白樺と思いきやこれは氷河でございました。いやー、この3つのモデルいいですよね。1965年ということは1963年にロレックスサブマリーナーが誕生しております
ね。またこちら冒険というところでエクスプローラー、こちらに関しましてもあれ同期でございますからね。その2年後に発売されたモデルの現代復刻版というところになっておりますね。はい、こちら1965年メカニカルダイバーズ現代デザインセーブ・ズ・オーシャンモデル。1965年、セイコーは国産初のダイバーズウォッチを発売しました。1966年から4回にわたって南極観測隊越冬隊員の装備品として寄贈されたことで、その信頼性を実証したこのモデルはダイバーズウォッチのみならずアドベンチャーウォッチやパイロットウォッチに通ずるセイコー特殊時計開発の原点と言えますというところになっております。こちらで1965年のメカニカルダイバーズオリジナルモデル出てますけど、これかっこいいですね。このヴィンテージ感かっこいいな。ちょっとこれどっかで見たいですね。うわ、かっこいいなこれ。はい、こちらディープブルーダイヤルとなっております。セイコーダイバーズの原点となる1965年ダイバーズをベースとしたモデルは、半世紀を超える歴史や培われた技術の積層を長い時間をかけて形成された氷河と重ね合わせ、ディープブルーのダイヤルとソリッドなブラックベゼルで表現していますとなっております。こちらダイヤルはこれアルミになるのかな。なんかサテン仕上げみたいな形で、なんかいいですね。ここにもね、味があってかっこいいかなというふうに思ってますね。かっこいいですね。仕上げも結構ダイバーズウォッチ風でね、鏡面とかあんまない感じなのかな。それもまたかっこいいかなというふうに思います。はい、こちら SBDC165 ね、こちら14万8500円となっております。いいですね。ちょっとスペック見てみましょう。はい、気になる方はね、細部まで見ていただきたいんですけれども、ちょっとスペックを見るとですね、はい、こちらメカニカルですね。自動巻きになっております。素晴らしいな。非常にいいですね。自動巻き、手巻き付きの、自動巻きになっておりまして、精度日差プラス25秒からマイナス15秒となっておりますね。やっぱこの辺はやっぱグランドセイコーと比べるとやっぱこの日差は結構大きいんですけれども、そこら辺でもねちょっとした差別化になってるんですかね。はい、最大巻き上げ時これ70時間もあんのいいですね。スペック高いですよこれ。はい、他のね3モデルもこのスペックとなっておりますね。他のも見てみましょう。はい、こっちのね、青い文字盤もかっこいいですよね。1968年に発表したオリジナルモデルは、当時としては世界最高水準の10振動ハイビートムーブメントを裏蓋のないワンピース構造の300メーター防水ケースに搭載した画期的なモデルでした。すごいな。10振動ですよ。はい、1970年には日本山岳会の上村市、松浦市の漁師がエベレスト登頂にこのモデルを携行し、高い信頼性が実証されているとともに、今日ではプロテクター付きモデルと並んでセイコーダイバーズウォッチの代名詞ともなっています。探検の要素もあるんですね。そしてまたこの1965年のメカニカルダイバーズオリジナルモデルがめっちゃかっこいい。ちょっとヴィンテージにねちょっと興味が最近湧いてきましたんでね。はい、こちらも自動巻きのダイバーズウォッチとなっておりますね。はい、ライトブルーダイヤルとセイコーダイバーズの挑戦の始まりの地である南極大陸の氷河をイメージしていると。南極の大地を覆う表層の壮大な景観をライトブルーダイヤルとダークブルーのベゼルで表現したとなってますね。またちょっとねこれまたベゼルの感じも違いますよね。はい、またリューズもちょっと右斜めについていてちょっとね特徴的でこれかっこいいかなというふうに思います。こちら SBDC167、はい、14万8500円です。スペックにつきましては、先ほどのモデルと一緒になってましたね。はい、次行きましょう。はい、出ました。こちらのオリジナルモデルの1970年のモデルもこれかっこいいですね。それを受け継いでいるという形になってるんですね。1970年に発売されたユニークな流線形のフォルムが特徴的なダイバーズウォッチ。冒険家上村氏が1974年から76年にかけて行った北極圏1万2000キロ犬ぞりの旅に携行され、過酷な環境における高い信頼性が
実証されたことで知られていると。いや素晴らしい。こんな歴史があったとは、ね、この犬ぞり探検隊知ってますけど、これの傾向されていたとはね知りませんでしたね。いやそしてねこれダイヤルいいっすね。氷河ですね。ちょっと実物見てないんでちょっと何とも言えないんです。ちょっと白樺っぽくてマジでいいけどなこれ。そこに初めね注目しちゃったっていうのがあるんですけれども、はい、ベゼルもまた特徴的ですね。なんか、ちょっとこれね実物見てみたいですね。こちらホワイトダイヤルオリジナルモデルが冒険家上村氏によって1974年から76年の北極圏犬ぞりの旅に傾向されたダイバーズ。現代モデルでは北極海の上に浮かぶ氷河とその極寒の様子をホワイトダイヤルで表現しているというとこですね。なるほどね。やっぱ白樺と見るとまた若干違いますね。はいはいはい。このようになっておりますね。はい、こちら SBDC169 お値段15万9500円となっておりますね。2022年6月24日発売予定と。どうですかね。素晴らしいじゃないですか。セイコーのモデル。はい、紹介以上です。はい、本日ね、セイコーのセーブ・ジ・オーシャンモデル、こちらの方ね、紹介してきました。やっぱね、時計ハマるとね、私みたいに超やばい人たちと出会えます。ここから、入門編として、どんどんね、時計にのめり込んでいただければいいのかなと思います。これ間違いないモデルですよね。機械式で、ダイバーズウォッチで、歴史があってというところになっておりますので非常に素晴らしい。そしてこれ成功あれですね、SDGs を、やっぱこういうふうに、前面に押し出しているというところもまた企業として、素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。いや今回ね、紹介したモデルから本当に皆さんね、どんどん時計好きに、入ってもらって最終的にねめちゃくちゃハッピー時計ライフをね送ってもらえれば、幸いでございます。はい、本日ねセイコーの新作ダイバーズウォッチ3つこちらの方ね紹介させていただきました。もしね実物と見られた方はよろしくお願いします。また、銀座のセイコーショップこちらの方ね私回った動画もありますのでカードだけ出しておきますので、そちらの方も、ご確認ください。はい、そんな感じで本日以上になります。プロスペックスいいですね。私もどんどん今後も、注目していきたいなと思います。はい、本日以上になります。向け OK ではまた。はい、メンバーシップの皆様、動画上げたいと思います。すいません。ちょっとね今日画角とこの